おつおつお、アジームだよ。今日はかの大都会京都に来ています。今の時期の京都はインバウンド需要で観光客がものすごいってニュースでよく見ますけど、多いですね。でも想像してたよりそんなかも。まあ駅はそんななのかなっていうのは置いといて、京都に何をしに来たかと言いますと、別に何もしに来てないです。なんとなく来たかったから来たノープラン旅となっていますよ。なっているんですけど、一応やりたいことは3つ考えてきました。1つ、鴨川を見る。川の様子見る系 VTuber なので。2つ、パン屋さんを探す。京都ってパンのイメージがあるんですよ。で、なんかパンの消費量が日本一らしくて意外じゃないですか。和食じゃないんだそこはみたいな。で、パン屋さんがめちゃくちゃあるみたいなんで、味も歩けばパン屋に当たると思ってパン屋を探そうと思います。ほんで3つ目は、京都のオリジナルソングを作って歌って終わるっていうのを目標にしてます。あとはやっぱりお土産を買えたらいいな。視聴者プレゼントできるようなお土産をゲットしたいなとも思ってます。それでは行き当たりばったりアズリウム旅スタート。まずは鴨川に向かいます。ずっと東に行けばあるっぽいので、適当に歩いていても着く説があります。京都の鳩、やっぱり外国人観光客の先輩が多い気はしますね。どこから来てるんだろう。この何やら怪しげなカーブを曲がってみます。グイーン。ここは撮り鉄スポットなのでは。発車しないかな、あの電車。来い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 。ちょっと待ってみよう。来ない。もういいや。京都ってさ、知ってるようで知らないよね。修学旅行とかで必ず訪れるという地域も多いと思うし、味もそうなったんだけど、でもよく知らない。この橋を渡れるっぽい。渡りましょう。高倉健線橋。おー、高倉健橋を渡り、なんかかわいいシール。線路ってすごいね。早く行こう。ずらかりずらかり。あ、なんか大行列がある。なんだあれ。ラーメン第一朝日。ラーメン屋の行列。いいな、ラーメン。京都市立芸術大学だって。この大学 YouTube で見たことある。なんか内装がものすごいスタイリッシュな大学だよね。大学の YouTube 見るのとか高校の YouTube 見るの大好きで、おすすめはテレ東ビズのなんか高校紹介みたいなやつがあって、それめっちゃ面白いんだけど、学校って若者が思いを馳せ頑張ってる場所だからさ、刺激をもらうよね。塩麹橋、美味しそうな名前。これ何のマークだろうね。歴史街道高瀬川だって。何の歴史だろうって思うんだけど、京都ってもう歴史が多すぎてさ、わけわかんないよね。ポストに落書きってあんま見なくね。あ、これ鴨川
橋になってるし、人がなんかいるわよ。来た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 よ。来ました。これがかの鴨川。歩いてる。こっち見た。やっほー。詐欺？変な人も通ってった。うわー、足きれい。マノンじゃん。お、すげえ。なんか食べるんじゃね？首伸ばしてるよ。ツーショット撮れるかな。絶対お魚探してるよな。もう狩人の目してるもん。バードウォッチング始まっちゃった。青い川に咲く白。はっ、飛んだ。バイバイ。あっちにお友達いるじゃん。みんなで住んでるんだ。さて、鴨川を見れたんですけど、もうちょっと左にアズリムが気になる場所があるから行ってみます。この辺まで来るとやっとちょっと人が減ったかなって感じ。思ってたよりそんな人多くないとか言ってたけど、嘘だわ。やっぱ多い。どこまで行ってもキャリーケースを持った観光客の先輩でいっぱい。昆布のお店、あとね、河原ででっかいキャンバスで絵を描いてる方がめちゃくちゃいっぱいいらっしゃるんだけど、でかいキャンバスだからさ、絵が見えるんだけど、みんなめっちゃ上手くてさ、京都って芸術の街なんかな。これは何橋だ？予想七条西駐輪場らしいから七条西橋。綺麗な川だね。いいなあ、あんな家住みたいな。目の前がこんな綺麗な河原っていいよね。これなんだろう。古い欄干。今の橋よりだいぶ低いけどね。ビーバー？なんかいるんだけど。何これ。なんか食べてるよ、草。あれじゃない？伝説のさ、ルッコラみたいな名前の。ツチノコ？あちゃちゃ。いいのかな、この子ここに住んでて。どっかから動物園から逃げてきた子とかじゃないよね。ビーバー？ガチで誰？自転車でいろんな人通ってっけど誰もビビってねえから当たり前の光景なんかもしれん。京都ではすんごくこう尻尾が長くてモフモフで草を食べまくってる子がいます。それが京都。どうやらこの子はヌートリアっていうみたいです。 Google 検索したら出てきた。すげえ Google 検索、画像検索。なんか京都で目撃情報があって近寄ったりしてはいけませんって書いてたから逃げます。ヌートリアとも出会っちゃったよ、ワジーム。サイクル東京って書いた自転車に乗ってる観光客っぽい外国人の方がすごい鴨川沿いを走ってらっしゃるんだけどさ、いいわね。自分も自転車乗れたらそういうのやりたかったな。チャリ旅っていいよな。弱虫ペダルみたいにさ、すごいよね。鳥ってさ、恐竜の子孫なんだよ。っていうか実質恐竜なんだって。ちっちゃい石の上にいるのかわいいよね。水が澄んでて綺麗だね。そりゃあいろんな生き物がいるか。
いいカメラ持ってくればよかったな。あれ重いんだよね。なんて気持ちのいい散歩なんでしょうか。天気もいいし鳥さんもいるしこんにちは。神様みたい、なんか堂々としすぎていて、アジリムより堂々としてるもん。自分もし生まれ変わったらこんな綺麗な鳥さんになりたいな。マジでいいカメラ持ってくればよかった。鳥で鳥だけにね。なんかひときわ大きな子がいます。激写河川敷の超ビッグ鳥。そろそろ曲のイメージなんかできてきた感じがする。鴨川沿いの美しき鳥たち羽ばたき愉快かな。もしかして鴨川って鳥さん、カモがいっぱいいるから鴨川なんじゃね？多分そうだね。なんだっけ、ヌーモット2匹目発見。すごい擬態力。これ全部桜の木なのかな。桜並木。さて目的地まであともうちょっとです。ここだ。何にも書いてないけどここっぽい。マップ上はアジリムの目的地は六条河原競馬場跡です。室町時代とか江戸時代ぐらいまでたくさんの武将とか関係者が処刑されたり首をさらされた場所みたいです。何にもこう跡っていう石碑とかはないんだけど、ここなんだ。あっちのね橋とこっちの橋の中間地点だからここらしいんですけど、誰もなんかいないわ。特にかの有名な石田三成先輩もここでね、アズリウムは勝手に石田三成先輩にシンパシーを感じていた時期があって来てみたかった。なんともないさっきまでのどかだねって思ってた河原なんだけど、この処刑場跡って思うとさ、こうちょっとゾワッとするというかうるっとするというか、この今見てる景色が最後の景色になったっていう先輩たちがいるんだね。これ上にあるのさ桜の木じゃん。いつから生えてるんだろうね。桜の木の下には死体が埋まっている。これは信じていいことなんだよ。じゃん。命を大事に生きていこうと思いました。お腹すいた。というわけでパン屋さんを探そうと思います。京都民はパンの消費量が日本一ってことは、人が多いところについていけばパン屋にたどり着けるはず。なんか贅沢だよね、こういう京都旅行って。京都ってさ、見るとこいっぱいあるし、予定詰め詰めでめっちゃ計画して行く場所っていうイメージがあるんだけど、修学旅行のイメージだよねなんだけど、こう何も考えずにぶらーりと歩くのもいいよね。ここ安土町っていうの？安土町、安土桃山？安土ってさ、安土桃山って滋賀の方じゃないのかな。どうなんだろう。昔からのお屋敷みたいな家と
今風の家が混在してて、これいつの時代の標識なんだろうね。素材的にはそんな昔じゃない気もする。昔の寺院には見える。そしてソーラーパネルがついてるという不思議。めちゃくちゃ暗渠っぽいスポットを発見してしまった。違うか、違うわ。ぽい気はするんだけどな。暗渠じゃないか。ドアがこっち向いてるし、多分暗渠じゃないわ。普通に玄関がさこの方向向いてるから、昔から川が流れてたらそうはならんじゃん。あ、パンって書いてる。パン屋さんだ。おしゃれすぎて入る勇気出なかった。やばい、どうしよう。そうだそうだ、京都ってものすごく5番目だから、こういう細い道がいっぱいあるのね。暗渠かと思っちゃった。でもそれで行くと京都ってものすごく治水に歴史があるっぽいんですよ。見たのは鴨川だけど、他にもねいろんな堀川、今はもう見れないのかな。堀川だとか、京都に水を持ってくるためにたくさんいろんな努力があったみたいで、それも勉強したいんすよね。アジーム知りたい、知られたい、それって変じゃないよね。京都って厳かだからめっちゃ小声になっちゃうんだけど、恐縮してます。五湖町だって、五湖町通り。そろそろお腹空いたよ。もうパン食べたい。ありがとうございます。お預かりいたします。パンが買えました。しかも動画撮っていいって心よく言ってくださって撮っちゃった。すごい優しかった。でもね、食べ歩きもしたいんだけど、今日はお行儀よく後で食べますということでね、とりあえずやりたいこと1、鴨川を見ると、やりたいこと2、パン屋さんに行くは達成しました。イエーイ。ゆるすぎるかな、この京都旅。ちょっと自分にはこういう無計画な方が合ってんだなってなんか思った。焦っちゃうからさ、普段計画してると。あれ京都タワーかな。もう一回鴨川行って鴨川で食べようかなって思います。青春じゃね。京都に旅行に来て神社とかお寺とかそういう歴史的建造物を一切見ないっていうプランは今回初めてかもしれない。行ってみたい、なんだっけ、なんかあったんですよ。神社、南禅寺に行ってみたかったんだけど忘れてた南禅寺もちょっと今回行けないけど、いつか行きたいな。そして今歩いてるこの道がなんか妙にまた暗渠っぽい気がしていて、どう？なんか変じゃない？暗渠どころかこれ廃墟だわ、バリバリ。そっか、だって鴨川に向かってんだから、そりゃ川あるよね。これ何川なんだろう。高瀬川船渡市場跡。高瀬川ってさっき見たくない？日常雑貨など運んでたんだ。ここでね、すごい
狭い水路だよね。あ、当時は9メートルもあったんだ。へえ、結構じゃあ変わってるんだね、景色が。何ここ。ジグザグの道がある。ジグザグ。川が綺麗だね。ここってパン食べてもいいのかな。来ちゃった。座ってみよう。おー、こういう感じね。一口だけメロンパンをかじろうと思います。綺麗なせせらぎを見ながら。じゃじゃん。さっきのパン屋さんで買ってきたメロンパンです。美味しそう。一口だけかじろう。いただきます。うまっ。幸せである。優雅やな。一口だけって思ってたのに勢いで全部食べちゃった。ごちそうさまでした。もう結構日も暮れてきたね。じゃあね、ついにいよいよ最後の目標の今回の旅のオリジナルソングをやろうと思います。それではお聴きください。どうぞ。3、2、1、0。カモ川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 、みんなもカモ川上、ファンタスティックなカモ川を一人で歩いた日、とっても楽しいけど切ない。京都はなんか切ないな。なんでだろう、なんでだろう、なんか切ない。お京都パンおいしい。メロンパン。京都駅に戻るか。ぼちぼちと。地下街に入ってみます。疲れた。お土産買えるといいな。アズリムのゆる京都旅。いや、目標全部ね、3個とも達成できたし、すごいマイペースに、特に目的をね、ここに行くとか決めすぎないでやるっていうのがアズリムにはめっちゃ合ってたんですけど、どうでしたか？ちなみにパンは合計3つ買ってまして、もう一つがこちらのクリームチーズ柚子胡椒っていう、珍しくないですか？クリームチーズと柚子胡椒の組み合わせで、これが一番好きかもってくらい美味しかった。で、もう一つフランクロール買いまして、ウインナー大好きなんですよ、アズリム。次の日のお昼ご飯にね、食べたんですけど、めっちゃお腹が膨れました。美味しかった。パン楽さん、また行きたいです。で、お土産なんですけど、今回はちゃんと買えました。こちら、京都っていう、これマグネットなんだって。めっちゃ良くないですか？めっちゃね、駅で吟味して選んだんで、メンバーシップに入ってくれてる先輩から1名で抽選でお届けします。最高の京都旅でした。今日一番のびっくりなんだけど、京都ってエスカレーター右なの？みんな右乗ってて、あずみだけ左いて泣いちゃった。それで右に移動しました。みんな気をつけてね。